こんにちは。ここは小樽、勝内埠頭です。今日はこれからフェリーに乗って新潟へ向かいます。あの船？はい。新日本海フェリーの中では最新の船、アザレアです。ここはどこ？フェリーの出港までは時間があったので、ターミナル横にある花畑に来ました。あ、ウェルカムガーデンって書いてる。多分ここが一番岸壁に近づける場所ですね。小樽港の入り口にあたる赤と白の灯台がよく見えます。防波堤の灯台は港に入る船から見て右側が赤い灯台、左側が白い灯台になるルールですが、ここからだと開口部が右側に開いているのがよくわかりますね。帰りの船だからか、こうして海を見ているとちょっと寂しくなってくるよ。ターミナルの中にやってきました。乗船時間は16時15分だって。今が15時ちょっと前だから、だいたいあと1時間くらいだね。2階にレストランがあるので行ってみませんか？せっかくだし、最後に小樽名物食べていこうよ。注文しました。小樽名物、あんかけ焼きそばだね。熱々。鉄板に乗ってくるのは初めて食べるかもしれません。鉄板に乗ったあんかけ焼きそばは小樽でも少ない方らしいけど、見た目のインパクトもあって名物らしさがあるよね。名物とは言ってもこれといった特徴はないのが小樽あんかけ焼きそばなんだよね。この焼きそばも鉄板に乗っている以外は具材も普通のあんかけ焼きそばですね。麺はところどころカリカリしていて美味しい。おこげみたいな感じで楽しめます。そういえば、若干あんが多いような気がしますね。一応あんが多いのは小樽あんかけ焼きそばの特徴らしいよ。小樽では焼きそばというとあんかけ焼きそばが出てくるくらいには馴染みのある料理なんだって。寒い北海道だとやっぱり温かいものを食べたくなるんですかね。味噌ラーメンもそうだし、熱々を食べたくなるのはわかる気がする。店舗ごとに特徴があるようなので、食べ比べなどもしてみたいですね。美味しかったね。景色も良かったし、空港のラウンジみたいな気分だったよ。16時まで営業みたいなので乗船待ちにもちょうど良いです。やっぱり寂しいな。あと30分くらいで乗船開始なので、売店でも見て待ちましょうか。お土産がたくさんある。品数が多いのはさすが北海道といった感じです。ターミナルが大きいからか、売店も大きいね。北海道から出発するときはお土産が充実しているからこれだけで観光している気分になるよ。乗船時間になりました。小樽に来た時も歩いたけど長いね。2隻止められるみたいだけど、手前には止めないんだね。新日本海フェリーの船は船尾にアンプが集中しているので、車の積み込みしやすさが違うのかもしれません。船首の方にランプがない分船首がシャープだからスピードが出そうな見た目になっているよね。あ、歩くんだ。せっかくなので歩きます。ようやく搭乗橋が見えてきました。飛行機もそうだけど、ボーディングブリッジの直前ってもう引き返せない感じでちょっと寂しいよね。忘れ物しても戻れないってね。道幅も狭まって逃げ道がなくなる感じで不思議な感覚になるよ。混雑していると連れて行かれるように錯覚しますよね。もう船の中まで見えている。アザレアは乗船口までが近いね。アザレアは部屋の鍵が QR コードなのでそのまま部屋に直行します。やはり2017年就航の船だけあって設備も新しいですね。今日泊まるのはどんな部屋？今回はステイとエイツインを予約しました。ツイン？ツインです。では。おー、ちょっと広い。ツインなのでベッドは2つですね。部屋着もついてる。ベッドは布団と枕といった感じですね。ベッドの横はクローゼットですね。下に冷蔵庫があるから高さがないね。でも冷蔵庫があるのは嬉しい。クローゼットの向かいには机と椅子がありますね。ケトルとお茶もある。テレビがちょっと大きいね。21型くらいありますよね。ユニットバスも見てみましょう。意外と広いね。部屋の真ん中にトイレがあるので圧迫感はなさそうです。その分洗面台は角にあります。洗面台にもコンセントがあるのは助かるね。お次はシャワールームですね。なんていうか、バリケードみたい。仕切りがカーテンの船もありますがこちらの方が水しぶきを気にしなくて良さそうです。早く開けてみようよ。中はシャワールームとしては一般的な広さですね。シャンプーとかはついているんだね。バスタオルもあるのでアメニティ類はバッチリですね。
カシアの和室よりも広さがある気がします。備品類も充実しているので、これがステート A とステート B の違いなんでしょうね。値段は違うの？航路が違うので比較しづらいですが、そこまで変わらない印象です。舞鶴、小樽航路のステート B 和室が22,500円。今回のステート A が18,000円です。運行時間と同じくらいの差なんだね。ところで、この部屋には窓があるみたいだけど、見ないの？アカシアの時救命いかだしか見えなかったのでちょっと怖いんですよ。ちょっと開けてみましょうか。ああ。ちゃんと外が見えるね。ちょっと塩で汚れていますが、外をしっかり見ることができます。手すりなどもないようですので、この窓は船の側面ギリギリにあるみたいですね。この船はプロムナードがなかったはずだから、部屋から景色を楽しめるのはありがたいね。もう少しで出港みたいだし、そろそろデッキに行かない？おお、テラスって感じ。なんか全体的に綺麗だね。2017年就航で新しいというのもありますが、つい先日ドックから戻ってきたようですので、塗装や清掃で綺麗になったのかもしれません。ヘリポートがある。下のデッキはペットスペースみたいです。ヘリポートのスペースはリードを外して遊べるエリアみたいですよ。ファンネルから煙が出ているよ。もうすぐ出港だね。ゆっくりと岸壁から離れていきます。すごくゆっくり。岸壁からかなり距離を取って出港するみたいだね。もう一つのバースにも船がいるみたいな離れ方ですよね。離岸の方法にもルールとかがあるんでしょうか。それにしても長い連絡通路ですね。一直線に伸びる感じは新幹線を見ているようです。ちょっと500系みたいに見えるね。カモメが近づいてきた。餌をもらえると思っているのでしょうか。デッキの方を見ながら飛んでいますね。前の方を見ると小樽港の航行が見えてきました。波を防ぐためとはいえ、外へ向かう船は大回りする必要があるので少し大変そうです。この船も港の出口に向けて進路をぐねぐねと曲げながら走っていきます。小樽港は明治の初めに開かれた歴史ある港で、北海道開拓に欠かせない存在でした。石狩湾に開けた小樽の町は、海岸が弓状に広がり、港湾建設の好適地だったようです。1880年の鉄道開通後は、石炭の積み出し拠点として重要な地位を得ました。ですがエネルギーの主役が石油に移り変わると、小樽港の港としての地位も徐々に衰退していきます。近年では苫小牧港や石狩湾新港の開港によって、北海道の海の玄関口としての役割も小さくなっています。エネルギーという点では、近隣の石狩湾新港には LNG 基地ができるなど活発な動きを見せており対照的です。一方で日本海側に開かれた港という点、港湾設備が整っている点を生かして、太平洋側航路のバックアップ的存在としても価値が見直されています。最近ではクルーズ船の拠点港としてもその価値を見直されており、発展の余地があるのかもしれません。そろそろスピードを出す頃かな。港を出ましたし、あとは積丹半島へ向けて大きく旋回するところですね。あ、曲がり始めたかな。少し船体が外側に傾いたね。ゆっくり景色が変わっていく。この空ともお別れか。帰りの船だからか、少し寂しさもありますね。景色が見える分夕方の出港は寂しさが増す気がします。小樽発の航路はしばらく積丹半島と並走するので気分的にはまだ北海道なんですけどね。曲がりきったかな。反動で少し船が動揺していますね。ほとんど揺れないので忘れそうになりますが、この船も水の上に浮かんでいるんですね。まだまだ北海道だね。明るい時間に出発すると不思議な感じ。だいたいホテルのチェックイン時間と同じなんですよね。ホテルと違って色々イベントがあるし、ちょっと忙しい気もするよ。イベントといえば、あと2時間ほどで日の入りですね。日の入りか。出港の時お客さん少なかったし、またデッキで見てみようかな。この船は速度が遅いからか、外に出られる場所が多いんですよね。乗船する時に通ってきたサイドデッキも開いてましたし、6甲板にもオープンデッキがあります。せっかくだし船内散策してこようよ。吹き抜けルビーです。手すりの銀色が高級感を出しているのかな。
なんというか、内装は新しい船って感じがするよ。ところどころに木目調の素材を使っているのは最近の内装という感じがしますね。大きいテレビがあってショッピングモールみたい。ステージでは楽器の演奏をすることもあるみたいですよ。船の中じゃないみたい。お次は売店です。アカシアよりも大きいね。ラインナップも少し良いように感じます。飲み物とかの値段は同じみたい。こうして見ると北海道のお土産が多いね。うさぎちゃん、クマがこっち見てる。これは可愛いですね。ちょっと欲しいかもです。わかる。プロムナード。設備紹介にはありませんでしたがそんな感じですね。出港後は激混みでした。パブリックスペースの椅子は少し少ないかもしれませんね。記念撮影スペースだね。パネルもあるよ。いいねが総トン数なのは細かいですね。制服と帽子がある。うさぎちゃん、着てみる。遠慮しておきます。少し狭いですがゲームコーナーもあるんですね。ゲーム機の種類は変わらないけど台数が減った感じかな。あ、ここは揚げ物のキーホルダーじゃないみたい。なんか無難な感じ。次はどこに向かっているの？この船にもフォワードサロンがあるみたいなので選手の方へ向かってみます。そろそろ夕日も見える頃だよね。着きました。ここだけ雰囲気が違うね。高級感がある。とりあえず窓を見てみたいと思います。少し雲はありますが日没は見れそうですね。もう少しで夕日になるところかな。アカシアの時もそうだったけどやっぱりお客さんが少ないね。この時間は選手の向きに太陽が見えるのでベストポジションなのですが少ないですね。景色はいいんだけどな。フォワードサロンは日没後は入れないので今のうちに景色を楽しんでおきましょう。こうして見るとバイランプがある船よりも選手がスリムだよね。アザレアは垂直選手を採用しているのでそれもあるんでしょうね。垂直選手では水を切り裂いて進むので選手が斧のように鋭いのが特徴です。ここにも階段があるよ。ちょっと遠いと思っていたのですが階段あったんですね。こっちは高い部屋行きみたい。ただの階段ですが船という感じがしないです。そういえばそろそろ浜ナスとすれ違うんじゃない？そうでした。行きましょう。風が強い。間に合ってよかったです。夕日も良い感じに沈んできたね。新潟小樽航路だと深夜のすれ違いになるからか姉妹船の犯行イベントが案内されないんですよね。冬の時期はこの時間は夜でしょうしこのすれ違いは今の時期しか見られないはずです。部屋に戻ってきました。良い景色だったね。アザレアは新しくて綺麗な内装ですがあまり旅客船という雰囲気がありませんね。確かにどちらかというとお客さんも仕事って感じの人が多い印象かも。肝心の貨物需要は多いんですかね。新日本海フェリーも無人航送サービスをしているみたいなので需要はありそうですが新潟と小樽を結ぶ貨物需要って正直あまりイメージつかないんですよね。新潟は首都圏とも近いから需要はあるのかな。どうしても苫小牧、大洗航路と比べてしまいますね。太平洋航路のバックアップ的役割もあると思うのでそう簡単に廃止になることはないと思いますが人が少ないから景色をゆったり楽しめるのはいいんだけどな。あまり浮かれた雰囲気じゃないところはゆっくり過ごしたい人に程よいのかもしれませんね。そろそろお風呂入ってこない？気持ちよかったね。サウナがあったし露天風呂もあるのは驚きだよ。まさにリゾート。スポーツジムみたいな部屋がありますね。ルームランナーとフィットネスバイクですね。走っていく。風呂上がりなのでやめておきます。船内紹介では外を眺めながら運動できると説明されていましたが海は見えないみたいですね。ファンネルの煙は見えるし船の上で運動するのが特別でいいんじゃないかな。どうせ運動するなら明るい時間の方がいいですね。日没後は外が暗いので何も見えないです。せっかくだし外に出てみない？ちょっと寒いね。ちょっとかなり寒いですよ。お風呂上がりなのに湯冷めしそうです。床に穴が開いてる。下のオープンデッキのための最高窓ですね。ファンネルの煙が夜空に吸い込まれていくみたいだね。他に人がいないのもあって夜の布団にいるような気分になるよ。
寒いですがもうすぐデッキの端です。海は真っ暗で何も見えないね。開花のデッキが明るいのですごく高い場所にいる気がします。陸地の明かりは見えるけど、一人黙々と進んでいくのは後悔って感じ。こうしてファンネルを見上げるとなんだか頼もしく見えてきます。スポーツルームは外から見るとこんな感じなんですね。なんか檻みたい。前はいいのですが周りはちょっと閉塞感もありますよね。そんなことより早く中入ろうよ。うさぎちゃん。迷います。カップ麺はないんだね。ここの流れ、行きの船でも見たな。あ、値段は同じみたい。もう遅いし、早く決めて眠ろうよ。おはようございます。今日は雨がちな天気だったので、部屋で日の出を迎えることにしました。少し雲があるので、日の出もなかなか見えないです。この船は現在山形県の沖合を航行しているはずですが、この辺りでは陸地も見えないようです。携帯の電波は通じているので、そこまで遠い場所を航行しているわけではなさそうですが、天気のせいもあってか周りは海といった視界です。日の出はデッキで見ることが多いですが、こうして一人部屋から眺めるのも悪くないですね。朝食まではまだ時間があるので、しばらくゴロゴロしたいと思います。おはよおはようございます。眠れましたか？ベッドだし快適だったよ。揺れもほとんどなかったし、ビジネスホテルにいる気分。波も穏やかでしたからね。お腹空いたし、早くレストランに行こうよ。注文しました。カレー？フェリーオリジナルのビーフカレーです。アカシアに乗った時もカレー食べてなかったっけ？船ごとに違いがあるか気になったのですがほとんど変わりませんね。王道のビーフカレーといった感じで美味しいです。同じ味なら違うメニューを頼んでもよかったかもしれません。ゆっくり食べているけど、あと1時間くらいで到着なんだよね。はい、部屋に戻って準備しましょう。もう新潟港に入ってきたみたいだね。タグボートが近づいてきた。新潟港は信濃川の河口に作られた港です。しばらく川の流れに逆らって進むので、サポートが必要なのかもしれません。フェリーターミナルが見えてきました。新潟港は陸地が見えてからが結構長いね。少し奥まったところにあるのでそう感じるのかもしれません。新潟港のフェリーは新日本海フェリー以外にも、佐渡島行きのカーフェリーと高速船が就航しており、比較的に賑やかな港です。新潟に上陸です。新潟フェリーターミナルのボーディングブリッジはターミナル直結なのですぐですね。建物の大きさとかは舞鶴と同じくらいだよね。この後はどうするんだっけ？雨が降っていなければ歩いて新潟駅まで行こうかと思います。頑張るか。土砂降り。かなり降ってますね。うさぎちゃん、あと20分でバスが来るから歩くのはやめよう。残念ですがそうします。ということで新潟駅までやってきました。帰りのバスまでは時間がありますし、新潟駅で観光できるといいのですが。確かポンシュカって新潟駅じゃなかったっけ？調べたらイートインもあるみたい。新潟のお米を使ったおにぎりのお店もあるみたいだし、しばらくそこで休まない？そうですね、行きましょう。醤油の飲み比べだって。飲み比べ？利き醤油じゃないですかね。旨味があって美味しい。一つ一つ味が全然違うね。利き酒だ。すごい種類ですね。ポンシュ缶オリジナルにしようかな。塩もある。とりあえず酒盗と飲み比べセットです。酒盗？塩辛みたいな感じ。どれも美味しい。お刺身。さっぱりで美味しいです。塩で食べるのも美味しいね。雨が止んだね。クソデカ。食べ足りないのでもう一軒行きましょう。行こう行こう。バスセンター？帰りのバスはまだだったよね。立ち食いそばがある。もしかして。はい、ここです。すぐ届きました。いただきます。多いね。甘いけど辛い。美味しい。大きい玉ねぎが良い食感です。甘みはあるけどスパイシーで不思議な味だね。この後は高速バスかな？はい、ちょっと長いですが7時間のバス旅です。頑張るか。
ご視聴ありがとうございました。